2024年、衝撃的な船出を果たしたタイムレス。その中心で躍動した一人の若者、篠塚大輝。だが今、彼に2025年限りで脱退という噂が駆け巡っている。華やかなステージの裏で一体何が起きているのか。2024年4月1日、セクシーゾーンの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人がグループ公式 YouTube チャンネルと Instagram で緊急ライブ配信を行い、重大発表を行った。まず3人はグループ名をセクシーゾーンからタイムレスへ改名すること、そして新メンバーを一般から募集する公開オーディションタイムレスプロジェクトオーディションを開催することを報告した。知名度のあるグループに一般から新メンバーを募り、加入すれば即デビューが約束される。この形式のオーディションは旧ジャニーズ事務所の歩みを振り返ると極めて異例と言える。これまでジャニーズ事務所現スタートエンターテインメントに所属するタレントがデビュー組に名を連ねるには、まずジュニアとして経験を積み、その中から見出されなければならなかった。旧ジャニーズではオーディションはデビューのためではなく、あくまでジュニアになるための入り口に過ぎず、デビューまではその先に続く長く険しい道のりがあった。ジュニアとして事務所に所属した後は、日々のレッスン、舞台出演、先輩グループのバックダンサーといった活動を通して少しずつ成長していく。その長い下積みを経て、ようやくデビューのチャンスが巡ってくる。こうしたプロセスこそが旧ジャニーズの伝統的なスタイルだった。タイムレスによる完全一般公募オーディションの実施は、多くのファンにとってまさに想定外の出来事だった。そのため、発表直後から SNS やファンコミュニティでは大きな議論が巻き起こった。まず寄せられたのは、なぜジュニアから選ばないのか？ジュニアたちが軽んじられている。納得できない。という声だった。ジュニアは少年期からレッスンや舞台で力を磨き、夢に向かって努力する姿をファンが見守り続けてきた存在。未完成な状態から少しずつ成長し、デビューへ近づいていく過程を一緒に体感することで、深い結びつきが育まれてきた。だからこそ、デビュー済みグループの新メンバーを外部から一般公募で選ぶという今回の方法は、長年ジュニアと共に歩んできたファンにとっては、その期待値が裏切られる形になったことで、不満や戸惑いが表面化した。一方で、肯定的な声も多く寄せられた。これまでの枠組みにとらわれず、外部から広く才能を募るという試みを前向きに評価する層が確実に存在していた。若い視聴者を中心に固定観念を壊す新しい挑戦で面白いジュニアに限らず、いろんなバックグラウンドを持つ人にチャンスがあるのが良い。一般公募だからこそシンデレラストーリーが生まれる可能性があるといったオープンな選抜方法を歓迎する声が広がった。また、審査の過程が番組として公開されている点についても、育成の裏側を全部見せてくれるのが新鮮。誰が選ばれるのかを視聴者も一緒に見届けられるのが楽しい。透明性があって信頼できると、これまでの閉じた育成文化にはなかった魅力として受け止められた。さらに、新メンバーが入ることで、グループに新しい風が吹く、固定化された空気が変わることで、タイムレスの可能性が広がると、グループの未来に期待する肯定的意見も目立った。このように、タイプロは従来のファン層だけでなく、普段アイドルを追わない層にも注目され、グループの知名度や話題性を大きく押し上げる効果を生んだとも言える。タイムレスプロジェクトのオーディションでは、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡のタイムレスメンバー3人が審査員を務めた。彼らは自分たちの仲間を自分たちで選ぶという強い思いのもと、応募者一人一人と深く向き合った。歌やダンスの技術面だけでなく、質疑応答を通じた人柄やグループへの姿勢も丁寧に評価した。また、多忙なスケジュールの中でパフォーマンスのアドバイスを行ったり、練習風景を見守ったりするなど、候補者に寄り添いながらも真剣な審査が行われ、その様子はファンの間で大きな話題となった。タイムレスプロジェクトの中で、最も愛されていると言っても過言ではなかったのが松島聡だった。彼の魅力は審査員という立場を感じさせないほどの優しさと距離の近さ。
候補生が緊張で言葉に詰まっても、松島はふっと空気を和らげる笑顔で寄り添い、大丈夫だよ、今の、すごく良かったよと声をかける。その一つ一つの言葉に救われる候補生は多く、画面越しの視聴者からも、そうちゃん優しすぎる、涙出るといった声が溢れた。松島は候補生の良さや弱さをまっすぐ受け止め、良さを引き出しつつ、欠点も知り、僕も一緒に成長したいと語るように、常に同じ目線で向き合っていた。その優しさが視聴者にも伝わり、番組の中で心の支えのような存在として共感を呼んだ。審査の場でも単に技術を見るのではなく、タイムレスの歴史や空気感に馴染むかどうか、未来のグループ像まで考えながら意見を述べる姿が印象的だった。さらに、あざとさの加減など、具体的で分かりやすいアドバイスも人気の理由。厳しさよりも相手の魅力をどう伸ばすかを大切にするスタイルが松島らしさとしてファンの心を掴んだ。審査中に見せる優しい眼差し、候補生の涙に自分も心を揺らす素直さ、そして言葉を選びながら伝えようとする誠実さ、その全てが視聴者に響き、松島くんがいるだけで番組が柔らかくなるタイムレスの母性枠、そうちゃんのファンになったという声が相次いだ。オーディションという緊張感のある場でありながら、松島は審査員という枠を超え、候補生と感情を共有し、共に歩む伴走者のような存在に。その優しい姿勢が多くの視聴者の心をつかみ、番組全体を柔らかく包み込む役割を果たしていた。タイムレスプロジェクトの3次審査で、歌詞も忘れてダンスも覚えてこなかった候補者に対し、その時、菊池風磨が放ったのがあの名言である。歌詞忘れてるようじゃ無理か。歌詞はね、入れとかないと。と、ユーモアを交えながらも的確に注意。この軽いツッコミのようでいて、確信をついた言い方。この一言が視聴者のツボを直撃し、SNS 上で一気に拡散された。やがてこの独特の言い回しは、菊池風磨公文と呼ばれるようになり、日常のあらゆる出来事に置き換えて遊ばれるネットミームとして定着。菊池風磨公文の最大の特徴は、ほにゃらら用じゃ無理か。ほにゃららはね、ほにゃららしとかないとというシンプルな形式。コメント欄もタイムラインも、ちょっとした菊池公文祭りの様相を呈するほどだった。その勢いはテレビ番組にも飛び火。菊池本人を前に他の出演者がわざとそれっぽい言い方で公文を真似してみせるなど、スタジオで笑いが起きる場面も。本人は苦笑しつつも、俺そんな言い方してる?と照れながら突っ込む姿がオンエアされ、さらに話題が広がった。こうして緊張の審査中に生まれた一言は、ネットとテレビを巻き込むユニークな現象へと発展し、オーディションを盛り上げた。完全一般公募という前例のない方式で始まったタイムレスオーディションの中でも、ひときわ強い印象を残した候補生が篠塚大輝だった。トップクラスの国立大学である一橋大学に通う、どこにでもいる普通の大学生に過ぎなかった彼は、ダンスも歌も未経験だった。応募者の中では決して有利ではなかったが、ステージに立つと緊張しながらもまっすぐな姿勢で挑み、その姿が多くの視聴者の心をつかんだ。特に注目されたのは彼の人柄だった。飾らず、素直で、どこか不器用、失敗しても真正面から向き合う、人の意見を吸収し、次の審査までに必ず改善してくる、喜怒哀楽がはっきりしていて、視聴者が感情移入しやすい。こうした姿がオーディションを追うファンの支持を集め、SNS でも推したくなる存在として大きな話題となった。番組内では、菊池風磨が彼を早い段階からシノと呼んでいたことでも知られる。これは特別扱いではなく、むしろ距離を縮め、緊張を解きたいという菊池らしいコミュニケーションとも言われた。菊池は篠塚について、シノは全部吸収しようとする、できなくてもごまかさず、ちゃんと向き合う。と、その誠実さと伸びしろを高く評価していた。ダンスの専門家から見ても未経験であるにもかかわらず、体の反応が素直、覚えが早いと評価され、ボーカル審査では声に嘘がなく、表情とリンクしていると肯定的な意見が寄せられていた。このように技術以上に人間力が光る候補生として、篠塚は番組の象徴的な存在になっていった。
激しい審査を経て、篠塚は最終メンバーに選ばれた。その瞬間、SNS では、篠おめでとう、夢が叶った瞬間を見られてよかったという声が数多く投稿され、オーディションを通じて彼を応援してきたファンの喜びが広がった。一方で、未経験からのスタートである彼には、加入直後から高いレベルを求められるという厳しい現実も待っていた。その後、2024年11月18日、篠塚は目覚ましテレビのマンスリーエンタメプレゼンターとして出演したが、エンディングで披露した一発ギャグが不謹慎と一部で批判を集め、騒動へ発展した。番組や本人、グループからも謝罪が行われたが、初の大きな炎上は篠塚本人にとって大きな精神的負担となったと見られている。さらに、騒動直後に放送された Can Do, Can Go のパフォーマンスでは、いつもの明るさとは異なる硬い表情が指摘され、ファンの間で心配の声が急増した。表情がこわばっている。元気がない。無理しているように見える。収録時期が炎上直後では、こうした憶測も広がり、彼をめぐる環境は急激に変化していった。篠塚の脱退説がネットで噂されるようになったのはこの頃からだ。もちろん、事務所や本人が何かを発表したわけではなく、あくまで憶測に過ぎない。しかし、炎上による精神的負担、未経験ゆえの急なプレッシャー、人気グループ加入直後の激しい環境変化、表情の変化を心配するファンの声、休ませてあげてほしいという同情的な意見。これらが複合的に重なったことで、2025年限りで活動終了するのではという噂が一人歩きする形になった。ただし、篠塚には批判と同じくらい、いやそれ以上の熱いファンが存在している。篠は唯一無二、素直で応援したくなる、不器用なところが好き。こうした声は今も絶えず、SNS でも特に守りたいタイプのアイドルとしての人気が高い。グループ名、タイムレス。その始まりには、セクシーゾーンの5人が最後に残したタイムレスという楽曲がある。永遠に続いて欲しいものと時を超えて残るもの。その祈りのような願いに、彼らが歩いてきた道も、ファンと重ねてきた時間も、全てが溶け込んでいる。そして、最後の SZ。セクシーゾーンの頭文字から取られており、過去を切り捨てないという誓いであり、去っていった仲間も、支えてきたファンも、一度でもこのグループを愛した全ての人を背中に乗せたまま、新しい未来へ進むための願いでもある。伝統の中から生まれた戸惑いや反発、新しい挑戦を選んだメンバーたちの覚悟、未経験ながら飛び込み、自分の足で未来をつかみに行った篠塚大輝。その全てが混ざり合うように、今のタイムレスが形作られていく。不器用でも迷いながらでも懸命に前へ進もうとしてきた篠塚の姿を私たちは確かに見てきた。タイムレスという名前が抱えている思い、過去も未来も一緒に連れていくというその誓いを考えると自然と一つの気持ちにたどり着く。だからこそ篠塚にはこの場所にいてほしい。まだ物語は始まったばかりだ。